今日は神奈川県逗子市の逗子駅にやってきたのだ。ここは JR 横須賀線と湘南新宿ラインが通っていて、東京駅からは約1時間、乗り換えなしで来れるから、都心からのアクセスも抜群なのだ。駅から徒歩3分ほどの場所には京急逗子線の逗子葉山駅もあって、2つの駅が近接している便利なエリアですね。今日はそんな逗子駅周辺を散策してみるのだ。お昼前ということもあって、駅前は人の往来が結構あります。市役所や文化施設が駅から近いこともあって、地元の方が多い印象です。それじゃあ散策スタートなのだ。逗子駅から南に向かって歩いていくのだ。この先に京急の逗子葉山駅があって、その正面に逗子市役所が見えてきます。市役所の隣が今日最初の目的地、亀岡八幡宮です。駅から3分で神社と市役所に行けるって便利なのだ。この亀岡八幡宮、江戸時代にはこの後に向かう延明寺が管理していたそうです。明治時代の神仏分離で独立して、正式に逗子の鎮守になったんですって。神社とお寺が昔は一緒だったのだ。亀岡八幡宮に到着なのだ。正式に逗子の鎮守になったのは明治時代からですが、それ以前から地元で親しまれてきた神社です。亀岡っていう名前が面白いのだ。この辺りの地形がなだらかな丘で、亀の背中のようだったことから、鎌倉の鶴岡八幡宮に対して亀岡八幡宮と名付けられたそうですよ。鶴と亀で縁起がいい組み合わせなのだ。そしてこの神社の名物がこちら、狛犬ならぬ狛亀です。本当に亀なのだ。あうんの形で2体いるのだ。敷地はそこまで広大ってわけではないですが、落ち着いた雰囲気で街に溶け込んでる感じがします。平日のお昼前ですが、参拝客がひっきりなしに訪れていました。大きなイチョウやケヤキの木もあって、都会の中のオアシスみたいな雰囲気なのだ。境内には万延稲荷大明神も祀られています。商売繁盛と家内安全の守護神ですね。駅前の商店街が近いし、地元の商売人にも大事にされてきたのだ。亀岡八幡宮の隣にあるのが逗子市役所なのだ。逗子葉山駅の正面にあるので、どちらの駅からも3分ほどで来れる便利な場所です。建物の外観も立派で、中に入ってみたらエントランスの吹き抜けがおしゃれだったのだ。開庁時間は平日の8時半から17時までで、土日はお休みです。そしてその市役所の目の前にあるのが逗子葉山駅なのだ。京急逗子線の終着駅で、金沢八景駅から約 6km の路線ですね。2020年3月に新逗子駅から逗子葉山駅に名前が変わったのだ。実はこの駅、1985年に2つの駅を統合してできた駅なんです。京浜逗子駅と逗子海岸駅という2つの駅があって、その中間地点に新しく作られたのが新逗子駅でした。だから新逗子だったのだ。改札口は南北2カ所にあって、北口には駅ビルニートが併設されています。ちなみにニートは洗練されたという意味の英語から来ているそうですよ。あのニートじゃないのだ。そして新逗子駅から逗子葉山駅へ駅名が変更されたのは、京急創立120周年記念事業の一環だそうです。羽田空港からの直行電車の終着駅なので、駅名表示を通じて葉山へのアクセスポイントであることを広く知ってもらい、地域活性化につなげる狙いがあったんですって。2つの地名が入った個性的な名前になったのだ。実は賛否両論あったみたいです。葉山町の方からは葉山の名前を利用されたという声があったり、逗子市民からは葉山行きのバスは JR 逗子駅が起点なのに、京急駅が葉山の玄関を名乗るのは違和感があるという声もあったそうです。なるほど、複雑な事情があるのだ。一方で歴史的には湘南逗子葉山口という駅もあったので、新しい名前を好意的に受け止める人もいたようですよ。5年後10年後、この名前にしてよかったと思ってもらえるようにという京急の思いもあるみたいです。運行している列車はどんな感じなのだ。羽田空港方面への急行が日中20分間隔で運転されているね。品川方面や横浜方面への普通列車もあります。羽田空港に直通で行けるのは便利なのだ。 JR 逗子駅とは徒歩3分ほどの距離で、定期券に限って連絡運輸もやってるのだ。普
2つの駅が近いから使い分けができて便利なエリアだね。次に向かうのは延命寺です。逗子葉山駅から踏切を渡って3分ほどで延命寺に着くのだ。逗子大師とも呼ばれている古いお寺ですね。奈良時代に開かれたお寺で、逗子という地名の由来にもなってるのだ。延命寺に到着しました。奈良時代の700年代にお坊さんの行基が自ら彫った延命地蔵、これを安置して開いたと伝わるお寺なのだ。そして平安時代、あの弘法大師空海がここを訪れた際、お地蔵様を安置するための箱、つまり厨子を作ったそうなんです。その厨子が人々の信仰を集めて、いつしかこの土地自体を厨子と呼ぶようになったと言われています。仏像を入れる箱の厨子が厨子になったのだ。漢字は違うけど響きがそのまま地名になったって面白いのだ。鎌倉時代以降は三浦市や五北条市の祈願所としても栄えました。1591年には徳川家康から治療五穀の御朱印状も受けているそうです。さっき参拝した亀岡八幡宮も江戸時代にはこのお寺が管理してたのだ。明治時代の神仏分離まで神社とお寺が一体だったんですね。逗子の歴史の中心にあったお寺と言えます。延命寺を出て道路を挟んだすぐ目の前にも大きな建物があるのだ。横断歩道を渡ってすぐの場所、ここ一帯は逗子文化プラザといって、ホール、市民交流センター、そして図書館が集まっているエリアです。建物がすごく綺麗なのだ。3つの施設が中庭を囲むように立っていて行き来しやすそうなのだ。市民交流センターには会議室やギャラリーがあって、市民活動や障害学習の拠点になっています。地下には温水プールもあるんですよ。図書館はガラス張りでめっちゃ明るかったのだ。3階は吹き抜けの学習室になっていて、とても開放的な空間でした。天井が高くて日がさんさんと差し込むので、図書館にありがちな陰湿さがまるでないって評判みたいですね。勉強するのに気持ちよさそうな場所だったのだ。文化プラザホールは大ホールと小ホールがあって、音楽や演劇など市民の文化活動をサポートする施設です。駅から5分ぐらいで市役所も図書館も文化施設も全部揃ってるのはすごいのだ。コンパクトにまとまっていて、とても使いやすそうなエリアだね。逗子文化プラザの横を抜けていよいよ海へ向かうシンボルロードを歩くのだ。駅から海岸までまっすぐ続く逗子のメインストリートの一つだね。シンボルロードって呼ばれているけど、お土産屋さんがずらっと並んでいるような観光地っぽい通りとはちょっと違うかな。思ってたよりも静かな道なのだ。閑静な住宅街を抜けていくって感じだね。歩道の部分がピンク色になっているのが特徴です。それにまっすぐで平坦な道だから歩きやすいですよ。駅から海までひたすら直進すればたどり着くってのは分かりやすくていいのだ。自転車や車なら10分もかからないと思うのだ。逗子海岸に到着なのだ。開放的な砂浜が広がっていますね。波も穏やかで気持ちがいいです。10月だから海水浴シーズンは終わってるけど、ヨットをやってる人がたくさんいるのだ。逗子海岸は年間を通じてマリンスポーツが盛んなんですよ。スタンドアップパドルボードやウィンドサーフィンを楽しむ人も多いそうです。ゴミ拾いをしてる人たちがいっぱいいるのだ。月に1回ボランティアによる海岸清掃が行われているそうです。そのおかげで砂浜がとても綺麗に保たれているんですね。地元の人たちに大事にされてる海岸なのだ。海岸からは江ノ島が見えるし、空気が澄んでいる日には富士山も見えるそうです。駅から歩いて15分ぐらいでこんな綺麗な海に来れるなんてすごく贅沢なのだ。海岸の端の方に金色に輝くモニュメントがあるのだ。こちらが太陽の季節記念碑です。2005年に建てられたもので、金色の太陽のオブジェは岡本太郎さんの作品「若い太陽」なんです。太陽の季節って石原慎太郎の小説なのだ。石原慎太郎さんが芥川賞を受賞してから50周年を記念して建てられました。地元のファンを中心に実行委員会が結成されて、除幕式には石原軍団も駆けつけたそうです。太陽の季節もこの逗子が舞台になっているのだ。石原さんは11歳の時に逗子に移り住んで、この海でヨットを楽しんでいたそうです。だから逗子に記念碑が建てられたのだ。
昭和30年に発表された「太陽の季節」は大ヒットして、太陽族という言葉まで生まれたほどの社会現象になったそうですね。青い空と海をバックに金色の太陽が映えるのだ。写真映えするスポットとしても人気みたいですね。海のイベントのステージとしても使われているそうです。海岸から逗子駅前に戻る途中、逗子銀座商店街を通って帰るのだ。 JR 逗子駅から約800メートル続く逗子市内最大の商店街です。1953年創立で70年以上の歴史があるそうです。八百屋さん、魚屋さん、自転車屋さんって感じで、商店街でイメージするお店が軒を連ねてるのだ。この商店街、約130店舗が加盟しているそうです。崎陽軒の路面店があるのにはびっくりしたのだ。駅の売店や駅ビルのテナントって感じの場所が多いもんね。こういう独立した店舗は珍しいかも。歩いているとなんとなく懐かしい気分になるのだ。駅前だからか結構活気もあるように見えるのだ。交通量が多いのも原因かもね。逗子駅につながってるので道路は一方通行だけど渋滞が起きてるもんね。観光地の商店街っていうより完全に地元の人のための商店街なのだ。お昼ご飯は逗子銀座商店街にある原田にやってきたのだ。駅前で新鮮な魚が食べられそうなお店を探していて、 Google マップの評価も良かったので選びました。逗子で長年愛される老舗居酒屋だそうです。店内はかなり狭いのだ。地元の常連さんが多い雰囲気ですが、後からおしゃれな格好をした女子グループが入ってきたりして、観光客も意外といましたね。おすすめされた三品定食を注文したのだ。お刺身にひじきの煮物、それにご飯とお味噌汁、ボリュームもあってこれで1000円ちょっとはお得だね。お刺身が新鮮で美味しいのだ。マグロもプリプリしてるのだ。ひじきの煮物も優しい味付けでご飯が進みます。地元の人に長く愛される理由がわかります。お店を出る時も次のお客さんが入ってきたのだ。ランチタイムはかなりにぎわっているみたいですね。逗子は駅から徒歩15分ぐらいで海に行けるのが最高なのだ。都心からのアクセスも悪くないし、 JR と京急の2路線使えるのも便利だよね。それに一つ隣が鎌倉駅っていうのも魅力的。大船駅まで3駅なので湘南エリアの移動拠点としても使いやすそうです。鎌倉の隣だけど意外と普通の街って感じだったのだ。そうだね、観光地っぽさはほとんど感じなかったかな。でもコンパクトにまとまってて歩きやすかったです。あとどこも人が多いのが印象的だったのだ。人混みってほどじゃないけど閑散ともしてないよね。車の渋滞も結構あったし、にぎわってる街なんだなって感じました。文化施設が充実してるのも良かったのだ。図書館とかホールとか。商店街も地元密着型で観光地化しすぎてない雰囲気が落ち着きます。石原慎太郎とか文化的な歴史もある街なのだ。海が近くて歴史ある寺社や文化施設もあって、住む場所としてもちょっと遊びに来る場所としても魅力的だなと感じました。というわけで今回の動画はここまで。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。